景勝地佐賀嵐山。民芸品の佐賀綿を手掛ける唯一の工房があります。今回の主人公藤原博之さんは小学生の頃から家業を手伝い、佐賀綿作りを受け継いでいます。佐賀綿は江戸時代中頃に製作が始まり、土産物や厄除けとして社寺の門前で売られました。この地ゆかりの伝説や干支をモチーフにした和紙でできた張子のお面です。やっぱ手に取って、やっぱ和紙で作ったぬくもりとか温かみ、また一つ一つ違う表情、色合いを持って、若い人から年配の方までいろんな方に楽しんでいただけたらなとは思っています。石膏型の内側に和紙を幾重にも貼り重ね、お面を作っていきます。石膏型に接する和紙は後から剥がしやすいよう水で貼り付けます。お気づきでしょうか。和紙に書かれた古風な文字、和とじ本を再利用しています。明治時期の古書をさばいて作ってます。昔の和紙の方が繊維が重なり合ってますし、やっぱり丈夫なんですね。今の和紙はパルプとか入ってて裂けてしまうのですぐいずれはなくなると思うんですけれども、あと100年近くはいけるかなという。和紙の上に襖の内側に使う丈夫な受け紙をのり付けし、面を補強します。仕上げにもう一度和紙を貼ります。2日ほど自然乾燥させます。毎年11月、渡月橋の上流でさまざまな伝統芸能を上演する嵐山もみじ祭りが行われます。佐賀大念仏狂言。佐賀の清涼寺で鎌倉時代に始まった仮面劇です。演者はそれぞれ役柄を表した面をかぶります。実は佐賀面はそもそもこの狂言面を模したもの。コミカルな表情は狂言面に由来しています。京都名物の土産物として発展した佐賀面は一度作り手が途絶えてしまいます。昭和5、6年頃に亡くなられた方がもう最後で、それ以後はもう途絶えたんですよ。で、父がこの佐賀面というのを知って非常に面白い面があるから、しかし今途絶えているのはもったいないんで、ちょっと自分も作ってみたいというところからいろいろ調べて、こんなもんやってやろうということでやり始めた。戦後、初代が研究を重ね復活させた佐賀面を2代目である父、藤原宇関さんと共に守り継いでいます。とのこに5粉を混ぜ合わせ、面の下地に塗ります。石を粉末にしたとのこは粒子が粗く、絵の具ののりが良いそうです。
画で使われる泥絵の具で彩色します。2019年の干支、イノシシ。年を追うごとに面の種類が増え、現在は40点近く制作しています。祖父の代から比べると、数も増えていってますし、去年、何十年ぶりかに新しい黄不動っていう面を作りました。今まで青不動、赤不動はあったんですけど、なんか黄色がなかったので、ちょっと新しい試みと思って黄不動を入れてみました。嵐山の目抜き通りにある民芸品店。京都ゆかりの品々が並ぶ店内の一角に嵯峨面がありました。一番人気はあのイノシシ。藤原さんはなぜか水族館で魚のスケッチをしていました。下京区にある京都水族館。若狭湾に住む魚を展示した水槽の前に、嵯峨面を手掛ける藤原博之さんの姿がありました。何やら熱心にスケッチしているのは、高級魚、アマダイ。藤原さんのもう一つの顔は日本画家。釣り好きが高じて魚を専門に描いています。京都の美大を卒業後、作家活動へ。2018年には高島屋京都店で個展を開催。ファッションデザイナー桂由美さんの依頼でパリコレのドレス原画も制作しました。植物とか描いてた時は大学の先生からなんか年寄り臭い60歳ぐらいの絵やって言われてたんですけども、魚を描き出してから楽しそうに描いてるこっちの方で行った方がいいんじゃないかって言われてからはやっぱり好きなものを描くと見る人にとって伝わるのだなと思って、そこからずっともう魚を描き続けてます。何を考えてるんかわからないんですけども、なんかずっと見てるとなんかこう喋りかけてくるような感じもしたり、なんか愛想ないけどもなんか横目でチラッと見てるような、そういう愛くるしい表情も好きです。無類の魚好きの片鱗はアトリエにも。顔料の蓋の上には全国の水族館を巡って集めたフィギュアの数々が。日本画と嵯峨面、アートと民芸品、ものづくり、作品作りという観点において、二つの区別は藤原さんの中ではありません。嵯峨面は一点一点絵と一緒で、色が違います。筆ムラであったり、ぼかしの技法であったり、同じ共通する部分の技法、また色使いをしていくことによって味わいがある、一点一点違う、ものに仕上げているのが、共通している部分かなとは思いますけど。体をくねらせて泳ぐナマズ。長い口ひげと扁平な頭が思わず笑みを誘います。体に弓の的のような模様を持つマトウダイ。魚に見出す美とユーモア。当然聞きたくなるのは
お好きな魚の麺は作られますか？魚の麺、そうですね。いつか作ってみてもいいかなとは思います。二足のわらじを履く藤原博之さん。どこかユーモラスな佐賀麺と愛くるしい魚の日本画。藤原さんの作品はどちらも人々をほっと笑顔にさせてくれるのです。